ガチガチの競合がいる、でも市場があるっていう分野と、市場があるかどうか分からんけど競合がいないやったら絶対前者の方が取りやすくないですか。だって強みと営業力があればゴリゴリ取っていけるわけですから、そもそもターゲティングミスってる説明。いやそんなことないよ。内定者研修の方が夏から冬にかけてやれるじゃないですか。新入社員春だけじゃないですか。だからそのキャッシュポイントというか多いですよね。そもそもニーズがないからフックで新入社員取った後に内定者も行くとか、そういうのはめっちゃありやと思うんですよ。でもそもそも会社がニーズとしてあまり捉えてないかつ予算取ってないっていうところに対して初手で行くのはむずいんじゃないかな。そんなことないです。それキーエンスが弱いから。いや違う。ニーズがないところに新しい提案をしてその価値を作るのが営業だから。金とならできますよ、もちろん。でも今の感じで見てると営業が弱いじゃないですか。ってなった時にゴリゴリのところに強みだけ一本釣りで取っていった方が僕は取れると思う。強みの部分で結構楽しいとかっていうのを押し出すんですけど、そもそも楽しいがその維持につながるのかっていうのが微妙なところじゃないかなって僕は思っていて、クイズが楽しくてもその後の仕事がつまんなかったら、拍子抜けで結局離職するじゃないですか。それだったらそんなことより辛いことに耐えられるように厳しい研修をして耐えられるマインドを作る、悪く言うと洗脳するみたいな感じのことをした方が結局企業的にはそっちの研修の方がニーズがあるんじゃないのかなと思うんですけれども、あくまでもその結果を踏まえて自分が将来この会社でどういうことを身につけてどうやってチームに貢献していくかっていうのを考えてもらって、今後の研修だったり仕事を自分ごとにしてもらうマインドセットを楽しいだけじゃなくていろいろ考えるきっかけとしてもらうっていう構成にはしております。なんかイメージとして近いのが学校の総合の授業みたいな感じのことをやらされる感じだろうなみたいなのが想像ついて、それが果たして内定者維持とかに関わるほどみんな本気で取り組むかって言ったら僕怪しいと思うんですね。実際そんなに結局効果がないっていうのが答えなんじゃないのかなと思っちゃうんです。てか多分今みんなモヤモヤしてるのはこの研修内容があんまりまだよく分かってないってところだと思うんですよ。なんでそれがすごいのかっていうのが分かんないんで、例えばセブンイレブンさんで研修入るとしたらどんなクイズを作るんですか？セブンイレブンさんってちょっとすぐには思い浮かばないんです。最後に実は出した問題が、これはもうどの研修先でも出している問題なんですけども、アラン・ケイっていうパソコンの黎明期を支えたパソコン界のカリスマなんですけども、その人の名言の空白部分を皆さんお考えくださいということで、未来を予測する最善の方法、何々することである。100人に1人ぐらいたまに知っちゃってる人いるんですけど、ほとんどの人は知らないと思うんで、じゃあ皆さんだったら未来を予測するのにどうしますかっていうのを、これ実際にはチームで考えてもらうんですけども、僕的にはこういう汎用の聞くものじゃなくて、例えばこの会社だったらこのオリジナルのこういうクイズ作れますよっていうのを発言した方が多分山根さんにとってプラスになると思う。これはあれですよね。自分で未来を作るとかじゃないんですか？正解でしょ？俺大体わかんない。知ってたな。だからコンビニだったら、もしこの街にコンビニがなかったらどういう世界ですかみたいのを出してみんなで話し合うと、私たちの働く意義って大事だよね。もしこれがなかったらこんな人が苦労するよねっていうのでモチベーション上げてもらったり。クイズっていうかグループディスカッション的な感じなんですか？俺も問題作れるぜ。しかも今のなんか SNS でバズりそうです。なんかセブンイレブンの新入社員にセブンイレブンがなかったらどういう世界になるかっていう動画が結構伸びそうなんで SNS との相性も良さそうです。そういう答えのないクイズについて考えてもらうパートもあったりするので、俺は分かるの。君ら若造だから分かんないけど、この国を憂うっていうか低成長で会計士やって中小企業診断士やってクイズも勉強して、それを全部足し合わせて日本の生産性を上げると、労働者がなんかつまんなそうに仕事してるとか、中小企業がずっと伸び悩んでるのを解決したいってことですよね。そういうことです。具体例が僕は欲しくて、そのセブンイレブンじゃなくてもよくて、みんなが知ってる会社でここで自分のクイズを作るとしたらこういうの出せますよって言ったら、他の企業さんたちもうちにぴったりなクイズ作ってくれるんじゃないかなって思うような気がするんで、なんかどこの会社でもいいんですけど、なんかこういうクイズ入れますみたいなあったらすごいイメージ湧くんですよ。会社のウェブサイトに載ってる情報からたくさん問題出しますよっていうのもありまして、それを内定者なり新入社員に言っておくと、自社のウェブサイトをじっくり見る機会はないと思うので、それで見ておくと、創業の思いとか競合他社との差別化優位性とか、あとは一番多いのは企業理念とか出すと答えられたり答えられなかったり。それって誰でも作れちゃうじゃないですか。それが本当に強みなのだとしたら、ニーズとしては内定者研修を絶対やります。でもそこのリソースがないっていう会社のみになっちゃいますね。だから取れていかないと思うんですよ。1年目はお願いしても2年目はうちの人事でできるねみたいな。でクイズに対して独自性であったり、もう山根さんの会社じゃないと無理だよねとかが今見えてないから、多分みんなワッとしてるというか。
チャット GPT にホームページポーンとやってクイズにしてくださいでできそうな感じがしちゃうん。どうですか、バズらせる方法とかで思いつきますか？競合との対決させて、もうちょっと見てる側が面白いようなコンテンツにしますね。自分の会社だったらみたいな感じのポジションで戦うんで、会社の PR にもなると思うんですよ。それだったら人事とか広報とかもどんどんここの研修入れていこうと、そういう戦略を作りますね、僕だったら。バズったら実際売れそうですかね？満足度が高いってことは認知さえ取れれば売れると思うんですよ。満足度は分かんないっすよ。そう、満足度は分かんない。本当に満足度が高いのであればって話ですよ。と、あとは山根さんがやるといいものなんだよってことが認知されなきゃいけないんで、その2つですね。山根さんがやるといいっていうのが分かった上でバズれば、もう普通に集客いけると思いますね。もしその1億円ぐらい余剰金があったら何しますか？例えば営業部長雇うとか、ウェブとか SNS やるとか。もちろん営業部長を雇ったり広告売ったりっていうのはあるんですけども、そうゆくゆくは企業対抗クイズ大会、いわゆる都市対抗野球みたいにやりたいなっていうのはあったので、それに結構使うかな。クイズオタクなんですか？出ました、なんかアメリカ横断ウルトラクイズ。昔参加してもう2問目で落ちちゃったんですけど。ダメじゃん。俺もそうだった。でもクイズ大会みたいになれば、多分賢い企業とか人気の企業ほど出てきます。なんでかっていうと、自分の社員が賢いことを PR したいから、それが会社の PR になるんですよ。ってなると、必然的に大きい会社とかベンチャーでめちゃくちゃ勢いある会社が出てくると思うんですよ。大手対ベンチャーって構図とかも面白いと思うし、そこまでいったらもう勝手に回っていくと思うんですよ。でもそれって僕らでもできちゃうよね。だからもう先行者優位取っとかないと、そのチャンネルとして。案外何億か利益出そう。資本金とかも何百万ぐらいの感じ？500万でやってます。そんなに何百万も施策にはかけれない。売り上げは年間経つんですか？なんか新卒って一斉スタートじゃないですか。12月スタートでみたいな。内定者研修の場合は年間で立ちます。1ヶ月くらい結構準備かかるみたいに言ってたじゃないですか。だいたい1個あたりどれくらい利益が出るんですか？じゃあ例えば一番安いプランだと。まあほとんど自分で作って最後にタレントさんに納出演料とかなので、まあ2、30万は1回につけ出るかな。自分の人件費抜きにしたら抜きにしても2、30万は出るかな。単価が45から25万なのにですか？もうちょっと出るかな。はい、まあ30万とかは利益として残るかな。ほとんど粗利じゃないですか。 SEO 対策ってやってますよ。一時期やったんですけども、あんまり効果が出なくてもうやめちゃったとかなっていう感じ。じゃあオファーします。プッシュ型で行くのは僕は自信がないです。例えば営業で売るとかそういうのはちょっと自信がないので、待ち構えるという意味で内定者研修とかのワードを狙った SEO 対策をホームページに仕掛けたいです。うちはウェブマーケティングのプロ集団の集まりなので、そこはできると思います。予算感は月30で、3ヶ月、合計90万っていう形でお出しさせていただきます。実は昔そういう内定者研修のワードで SEO をやったことがありまして、その時のなんとなくの感想としては、企業の担当者あんま見てないのかな、なんか内定者とか学生が見てるのかなで、あんまり効果が出なくて、どうしようかなという。僕もその懸念は感じてます。結局調べてくれた人が誰なのかっていうのがちゃんと設計はしないといけないと思っているんですけど、例えば内定者研修以外でも離職率低下とか企業エンゲージメント向上とか従業員モチベーション向上とか、多分そういう関連するキーワードってあると思うんですよ。とかを一旦ちゃんと網羅的に攻めれるところを攻めましょうっていうのがいいのかなと思っています。で、プッシュ型はちょっと皆さんにお任せします。営業で売るなり SNS で売るなりっていうところは。ちなみにその予算感と大体イメージどれぐらいの見る人がいて、何件ぐらいアプローチできるような感じのイメージを持てばよろしいでしょうか。けど今全く分かんなくて、キーワードを何狙うかっていうところとボリュームっていうのを普段だったらここでパパッと調べながら話してますけど、毎月30万払って月に2社とか取れてれば売上の中の支払いじゃないですか。はい、そうやったらいいよってことですそうよね。いうことですね。大体効果出るのどのくらいかかります？半年から1年ぐらいは見ていただかないとという形ですね。なんで一旦3ヶ月でやって記事とか入れたりとかホームページの構造をどちらこちらやって多少なりともアクセスが集まるのか、そもそも勝ち筋がないっていう判断になる可能性もあるので、その場合はもう1ヶ月で撤退っていう判断になる可能性も僕はあると思っています。オファーをします。企業にそういう研修をしているような会社5社10社ぐらいと、HR 業界でも個人でやってるような小規模にやってるような会社をまた5社10社ぐらいと、サービス業や営業とかこういうちょっと汗かく系の仕事とかの経営者、多分50社100社ぐらいポンと明日にでも紹介できると思うんですけど、紹介だけじゃなくてそこでちゃんと商談が成立したら1万円とか。めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃちょっと僕もお願いしようかな。1件1万円プラス決まった金額の 20%。金藤だったら売れますよって言ってたじゃん。僕が売りに行くわけにはいかないじゃないですか。そもそもコンセプトとか強みとかを
もう一回改める必要はあると思います。強みとか、なんでクイズでやっていきたいのかとか、いろいろ整理して、この人がこの授業やるならこの強み出るよねみたいなとこまで言語化できれば売れるとは思うんで、それがあれば営業のプッシュ型のところはお力添えできるかなと思います。まだ SNS に力入れる段階ではなくて、プログラムを拡充するべきかなっていうふうに思います。そこがうまくいって山根さんにしか作れないプログラムが作れて企業対決みたいなことまでできるフェーズまで来たら、なんかお力添えしたいなというふうに思います。めっちゃ上手い人がやればなんか伸びて売れるまでは僕もそっちは結構なんか想像つくんですけど、売れてからそんなに効果が出ないとかの部分の方がやっぱり気になっちゃうな。それがないものを逆にめちゃくちゃバズらせて売るっていうことが果たして善なのかみたいな部分もありますし、中身のプロダクトの部分がめちゃくちゃいいなって思えなかったんで、そこがちょっと懸念点で無理だなって感じです。それでは山本社長にぜひお願いいたします。頑張ります。自分が営業力がないっていうところで、自分がもうちょっと能力つけなきゃいけないっていうところあるんですけども、商談さえもらえればお話行くことで、受注していきたいなというところで、営業に強い山本社長のところにお願いしたいと思っております。上本さんのオファーを受けられなかった理由をお伺いしてもよろしいでしょうか。以前に自社でも SEO をやっておりまして、なかなか自分がそこに弱いところで、お願いしたいっていうのはあるんですけども、自分のところがまだそこまで、SEO での強みを出せないかなっていうのは、上本さんからもお伺いして、今はまだその時期ではないのかなと思って今回は辞退させていただきました。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。これさ、番組的にはさ、どんどん応援してあげないと。こっち3人ね、塩対応でただいろいろさ、生意気そうに言ってたら、詰められて50っつったらみんなのお父さんぐらいの年齢でしょ。それでさ、地域の子供とか中小企業とか、なんか日本の生産性上げるとかって熱いじゃん。なんか人柄は最高なんで、別に営業無料で壁打ちとか営業についてとかやったら全然いいんですよ。営業戦略5万でなるほど、超破格でってことですか。とかコンセプトをもうちょいこう一緒に叩いてあげたらなんとかなるんじゃないかなみたいな気がする。そんなほら上場とかさ、日本一とかじゃなくて、多分月の売り上げ2、300万とかやればさ、めちゃくちゃハッピーになって、で人材が補強されたり広告費でやったりして、少しずつ良くなっていくと思うけど、叩いてこのクイズ研修っていうのが良くなる未来っていうのは、見えるっちゃ見えるんですけど、この番組に出てくれたっていうお礼みたいなところを抜きにして考えると、なんか叩けば叩くほど結局一緒に組むメリットあるのかみたいな話になっていくんじゃないのかなって僕は思って。応援だよ、応援。山本さんのオファーなんて破格すぎる。いやもうあれができるのマジえぐいなって思いました。別にその時間かかんないから。全員にやってたらパンクしません？パッと Facebook つなげるだけだから、1時間やってさ、30件決まって300万入ってる。1時間で300万入ってる。最初のなんかど素人さんの言ってた企業の合同の企画みたいなのはめちゃくちゃ面白いなと。僕がもうあれ言っちゃった時点で、特に僕が SNS コンサル入る必要はないなと思ってたのと、もう一個僕スルーパス出したのがセブンイレブンだった場合とかの時に、めっちゃ面白いこと言ったら多分視聴者さんからオファーめっちゃ来るなと思って、そこのスルーパスがちょっと答えれなかったから僕が営業するのは難しいなって思っちゃったって感じですね。やっぱむずいっすよね。その自分じゃなきゃいけない理由ってめちゃくちゃ作りにくいので、特にこのクイズ研修とかちょっとこう差別化しにくいもんだと超難しい。でもやっぱりこう20万とかそのぐらいの金額で中小企業さんのこの問題作ったり現場行ってやらないじゃん。みんな学生起業家とかだって案外こういう HR とか教育系とか対応までいっぱいいるけど、50過ぎてさちゃんとやってるっていう人は応援すべきだよね。めちゃくちゃクイズ好きなんですよね。なんかその感じはすごいしましたね。だから思いは先行してるけど、もうちょっと実績とか、例えば先週は20件営業行きましてとかあればいいんだけど、ないからね。多くの若者がなんとなく就活とかしてて、大堀君なんか16歳だっけ、あれ令和の虎出た。そうですね、起業ですね。あんなガツガツしたのは本当にいないんだよ。このクイズがそうなる人を生み出すと思えなかったんですよね。どうなっていくか分かんないと思いますけど、外部研修を会社が用意してくれて、わざわざ内定者に向けていろんなイベントをしていただけるっていうと、ちょっとやっぱり定着率とかは上がると思うし、僕の知り合いもやってるんですよ。なんか運動会やったりとか、それこそボードゲームやったりとかで研修サービスやってる人いて、でそこは結構売れてるんですよ。チームビルディングみたいな。そうです。需要はやっぱありそうなんですけどね。もうちょいプログラムの中身とかに磨きがそっちの会社はかかってるかなっていう印象は僕はあったっす。
今回商談を受けられてみていかがでしたか？はい、皆さん経営者の方にいろいろ指摘されて、確かにまだまだいろいろ足りないところはあるなと思って、まだまだブラッシュアップしていかないといけないなとは思ったのですが、結果的には山本社長に助け舟出していただいて、オファーをいただいて、自分の望み通りというか、一番営業の足りないところをサポートしてもらえるということで、非常にありがたい結果になったなと思っております。内定者研修って今後自分としてはニーズが高まっていくと思っているのですが、まだまだ世の中の認知度としては低いなというのをちょっと感じたところはあったので、啓蒙活動というか内定者研修今後必要なんだよっていうのを含めて世の中に広めていきたいなというのを改めて強く感じました。山本社長のオファーを受けられて今後の展望とかってもうお考えになってたりしますか？本当はもっとたくさん、受注受けてたくさんやることで人も雇ったりノウハウを貯めていって広げていきたいなと思っておりましたので、分かった営業部分をサポートしてもらうことで軌道に乗せて拡大していきたいなと思っております。オフィサーの方々の印象というのはいかがでしたか？鋭いことをついて来られるなというのは思ってまして、自分自身の強みであるとか、なぜ研修にクイズを使うのかとか、自分としてはいろいろ意味があって自分が伝えるのがなかなか苦手で痛いところを突かれたな、さすが皆さん授業の弱いところを見つけられるなというのを改めて思いました。